皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR の奈良駅です。ただいま時刻は朝の7時前。駅前のロータリーには名古屋行きの高速バスが発車を待っています。今回は3月18日から運転開始の通勤特急楽々大和に乗ってみます。早めにホームに行くと大阪東線直通快速が入線しました。すぐにドアは開かずに車掌さんが嬉しいとののれんを取り付けられていました。こののれんはつり革につけられているのですね。さて、通勤特急楽々大和は13年前まで運転されていたホームライナーの大和ゼライナーを特急に格上げして復活した列車です。昨年の2023年秋から有料着席サービスのフレシートが一部の快速に設定され、今回は通勤特急の設定。2023年の近鉄の運賃値上げで、奈良から大阪までの運賃差は JR と近鉄で40円差までになっています。ここで JR さんも勝負に出たのでしょうか。列車到着までどのぐらい席が埋まっているか予約サイトで確認しましたが、運転開始2日目で日も浅いためでしょうけど、こんな感じでした。発車までまだ数分時間があるので、もう少し埋まるかもしれません。ということで、楽々大和の入線です。車両は特急まほろばと同じ287系の3両編成。側面の表示はこんな感じでした。今日乗車の指定席は1号車です。この車両は発車直前に5、6人ぐらいにはなったでしょうか。7時16分定刻に奈良駅を発車です。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。通勤特急楽々大和新大阪行きです。列車は前から3号車。放送の途中ですが、進行方向左の車窓には大和路線奈良郡山間の高架工事準備のための仮設線路が見えます。この動画公開の翌日、2024年4月に夜間に線路切り替え工事があって、奈良から王子の間が運休になります。最初の停車駅の郡山駅に停車。この駅で数人の乗車がありました。今回の特急券です。チケットレス特急券にすると奈良から新大阪まで750円です。大阪までなら650円。普通に買えば奈良から新大阪までが1930円。大阪までが1490円です。ちなみに近鉄の特急料金は奈良から大阪難波まで520円ですが、朝のラッシュ時間帯に運転されている火の鳥のレギュラーシートを使うとプラス100円の620円になります。大和小泉駅に停車。ここでもこの車両には2人ぐらいの乗車でした。速度を確認するとこのぐらいの速度が出ています。法隆寺駅でも2、3人の乗車。次は王子です。近鉄田原本線がオーバークロスして船戸児童公園に生態保存されている T51-895 号機の横を通って王子駅に停車です。この駅が一番多い乗車でしたが、5、6人という感じでしょうか。王子駅発車の際、駅長さんと助役さんがお出迎えされているのが分かりました。次は久宝寺駅です。久宝寺からも乗車できますが、奈良県から大阪への通勤特急としては、王子駅が乗車の最後の駅になります。久宝寺までは15分。3両編成の車内をちょっと覗いてきます。3号車、2号車、1号車です。一番後ろの1号車にはおそらく JR 社員の方が乗車人員の確認でしょうか、乗っておられたようです。列車の方は大和川を何度も渡り、高井田駅を通過。前に各駅停車が走っていて、ゆっくりな速度になっています。
続いて近鉄大阪線がオーバークロス。ほんのしばらくですが少し離れて近鉄大阪線と並走です。柏原駅で反対側で見えませんが、大肥線の普通列車を追い抜いてやっとスピードが上がります。四季駅を通過して間もなく急報時停車の自動放送が流れます。八尾駅付近でまた行くしがかかったようで速度が落ちます。また先行列車がいるのでしょう。八尾駅を通過すると流下操車場の名残で上下線の線路の間は広くなっていきます。7時48分急報寺駅に停車。この車両での乗降はなかったようです。急報寺を出ると大阪東線が分かれて上駅を通過。そして平野駅でこちらも反対側で見えてませんが、先行の普通列車を追い抜きスピードが上がります。平野駅を通過すると広大な百済貨物ターミナル駅の敷地がしばらく続きます。貨物ターミナル駅を過ぎたあたりで東武四条前駅を通過。同時に天王寺到着の自動放送も流れます。7時56分、ラッシュの真っ只中の天王寺駅に停車です。正面に見える特急黒潮号、パンダ黒潮に増結編成がつながっていますが、ホロはつないでいないのですね。7時57分、天王寺駅を発車。ここまで大和路快速と同じ停車駅でしたが、この次は大阪まで止まりません。ということで、新今宮駅をゆっくりゆっくり通過。さてこの先、大阪環状線を走りますが、大阪環状線には大肥線がないので、各駅停車を追い越せず速度が落ちます。先ほどの天王寺を7時57分に同時発車の大阪環状線外回り電車は、新今宮で3分ほど停車して、この先同じ線路を走る楽々大和に道を譲っています。しかし、天王寺を楽々大和の5分前に発車した大阪環状線外回り電車の続行となります。各駅に止まるので追いつき気味になり、この先ゆっくりとした走りになります。大和路線が分かれて今宮駅を通過。芦原橋を過ぎて特急はるかとすれ違いますが、あちらも大阪環状線の電車の隙間を縫って走っています。伊豆川を渡ると電車が止まっていて見えませんが、大正駅です。この駅を過ぎると京セラドーム大阪が見えてきます。京セラドームが見えなくなるあたりで上下線の間が広がり、旧境川信号所の後になります。廃止された大阪臨港線の貨物線を分岐してまたぐため、高架の高い位置を走ります。ゆっくり走るので、こういった車窓をじっくり観察できる通勤特急楽々大和、車窓を楽しむ旅がはかどるかもしれません。カーブを曲がった先には大阪ベイタワーが見えて弁天町駅。そして安治川を渡ると JR 夢崎線が合流して西九条を通過。ここから梅田貨物線に入り、先ほどの先行列車が前からいなくなるので、楽々大和はスピードを上げます。野田で天王寺を5分前に発車した大阪環状線電車を追い越していきます。野田駅を過ぎると大阪環状線の高架から地上に降りて行き、福島駅付近の上昇橋踏切を通り、通称梅田峠を下って地下に潜ります。そして梅北地下駅の大阪駅に停車。ここで大半の方が下車されました。先ほども言いましたが、奈良から大阪のチケットレス特急料金は650円。新大阪では750円で、1駅で100円も上がります。チケットレスでなかったらもっと差が出ます。大阪を発車して地下トンネルから出る直前にサンダーチャイムが鳴りました。廃止された梅田貨物線の築堤部分は解体が進んでいるようでした。新御堂筋の高架下を抜けると間もなく左にカーブして JR 京都線の福福線に合流します。淀川の鉄橋を渡り、新大阪にもあるピチョンくんが見えたら終点の新大阪です。新大阪到着8時19分、1時間と3分の旅でした。
ということで、楽々ヤマト運転開始の週に早速乗車しました。スタート間もないということもあって、お試しで乗っている方が多いように見えました。通勤などでの利用はまだこれから増えるのではないでしょうか。ちなみに奈良駅7時16分という楽々ヤマトの発車時間は、近鉄奈良駅発の同じ時間帯の特急を確認すると、7時の次は8時2分となっており、近鉄特急の設定されていない時間帯を狙ったのかもしれません。楽々ヤマトのお客さんが今後どのぐらい伸びるか楽しみですね。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。